あのー今この瞬間もですね、何百万人もの人々がほんの数秒の手間を省くために自分の最もプライベートな日記とか写真の鍵を AI に引き渡していますよね。ええ、本当にそうですね。でも、もし地球の裏側では私たちが求めるその利便性のせいで電力網が悲鳴を上げていて、さらには人命に関わる医療機器が国際的なサイバー戦争のターゲットにされているとしたら、今聞いているあなたはどう思いますか？それは非常にショッキングな現実だと思います。テクノロジーは今や画面の中だけで完結する魔法じゃないですからね。ええ。コードの一行、チップの設計、そして私たちが日々使うアプリの裏側には膨大なエネルギーと複雑に絡み合った国際情勢が横たわっているんです。なので今日はテクノロジーが約束する摩擦のないスムーズな未来と泥臭い物理的そして政治的な現実、この2つがどう激突しているのか、あなたと一緒にその最前線を探っていく、そんな情報探索の旅にしたいと思います。今日取り上げるニュースの点と点をつなぐと、私たちがどれほど危ういバランスの上に立っているかが見えてくるはずですよ。では一番身近なところ、つまりあなたのスマートフォンの中で起きている変化から紐解いていきましょうか。はい、Google の大きな動きですね。そうなんです。 Google がパーソナルインテリジェンスという機能をアメリカのすべての無料枠ユーザーに拡大すると発表しました。これまではプロとかウルトラといった一部の有料登録者だけの特権だったものですよね。ええ、それが誰でも使えるようになるわけです。つまり、ジェミニ AI があなたの Gmail とか Google フォトなんかのエコシステム全体を読み込んで、過去の文脈を完全に理解した上で、あなた専用の回答や提案をしてくれるようになります。ここで注目すべきなのは AI のパラダイムが検索から生成と推論へ完全に移行したという事実なんですよ。生成と推論ですか？ええ。従来の検索エンジンは言ってみれば巨大な図書館のインデックスカードを引くようなものでした。どこに何があるかを探して提示するだけです。なるほど。ただの案内係ですね。そうです。でもこのパーソナルインテリジェンスは全く違います。ユーザー一人一人の過去10年間のメールとか数万枚の写真という非構造化データを常にメモリに保持して、はあ、それを全部。はい、その関係性を文脈として理解した上で、その場で新しいテキストやアイデアを生成しなければならないんです。ということはまるで超優秀なパーソナルアシスタントを無料で雇えるようなものですよね。例えば先週の金曜日に妻と話した旅行の計画に基づいて、最適なフライトとホテルをリストアップしてなんて頼めば、一瞬で答えが出てくる。ええ、ユーザーにとっては夢のような機能です。でもここで単純な疑問が浮かぶんですが、そんな高度な処理を数億人規模の無料ユーザー全員に提供するとして、Google の裏側のインフラって一体どうやってそれを支えているんですか？ああ、それこそがですね、このニュースの裏側に隠された最も重大な問題なんですよ。と言いますと？データセンターの消費電力がもはや従来の常識では測れないレベルに跳ね上がっているんです。そんなに違うものなんですか？全然違いますよ。単純な検索リクエストと比べて、生成 AI のクエリーは計算に数十倍から数百倍の電力を消費すると言われています。数百倍。ええ。それが数億人規模で24時間365日実行されるわけですから。でもちょっと待ってください。Google って環境保護の優等生じゃなかったでしたっけ？データセンターの電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うっていう目標をずっと掲げてきたはずですよね。ええ、これまではそうでした。しかし、ソースにある最新の取引記録を見ると、彼らが戦略を変更していることがはっきりと示されているんです。戦略の変更、つまりクリーンエネルギーだけじゃ足りなくなったと。その通りです。彼らが直面しているのは、ベースロード電源の問題なんです。太陽光とか風力といったクリーンエネルギーはどうしても天候に左右されますよね。はい、夜は太陽光発電できますしね。でも AI のデータセンターは一瞬の電圧低下も許されません。常に限界突破の電力を要求し続けるんです。なるほど。じゃあ、パーソナル AI のインフラをこれ以上拡大するためには、環境への配慮という理想を一旦脇に置いて、より確実で強力な電力網、つまり場合によっては化石燃料や原子力を含むものに頼らざるを得ないという物理的な限界に直面しているんです。それは皮肉な話ですね。私たちが今日のランチの場所を提案していって AI に軽く頼むその裏で、途方もない熱と電力が消費されて、企業のクリーンエネルギー戦略すらねじ曲げているわけですか。まさにそういうことです。でもですね、それほどのエネルギーを犠牲にしてまで作られた AI の出力を、私たち消費者は本当に求めているんでしょうか。と言いますと？エンターテインメントの分野を見るとかなり怪しい気がするんですよ。次のニュースを見ると興味深い乖離が見えてきます。ああ、バズフィードの件ですね。
そうです。バズフィードが SXSW で新たな収益源として AI を活用したソーシャルアプリを発表しました。ソース記事ではこれをスロップ、つまり蘇生乱造された無価値なコンテンツアプリと呼んでいますが、なかなか厳しい評価でしたね。会場でのデモの反応も信じられないほど鈍いものだったそうです。企業側は AI を使えば手っ取り早く無限に安くコンテンツが作れると息巻いてるみたいですが、はい。そもそも私たちがエンタメに求めているのって人間同士のつながりとか共感であって、アルゴリズムが適当に混ぜ合わせたような虚無じゃないですよね。全くその通りです。消費者はすでに AI が安易に生成したスロップを見抜いて拒絶し始めています。やっぱりそうですよね。AI は既存のデータの平均値を出力するのは得意なんですが、そこにはなぜこれを作ったのかという人間の意図が欠けているんです。人間の意図ですか。はい。今、コンテンツ市場で勝者となっているのは AI による無限の自動生成ではなくて、フォーマットに対して人間の明確な意図が極限まで込められたものなんです。なるほど。そこでソースにある2つの全く異なるエンタメのニュースがきれいにつながってくるわけですね。対極にある2つの事例ですね。はい。一つは新たにローンチされたバートというストリーミングアプリです。これはインディーズ映画監督向けのモバイル特化型プラットフォームで、今消費者が熱狂している縦型動画とかマイクロドラマに特化しています。スマートフォンの視聴習慣に最適化されたものですね。そうです。そしてもう一つがワーナーブラザーズが公開したデュニー・ビルヌーフ監督の映画デューンパート3の初フルトレーラーです。これはもう映画館向けの超大作ですね。愛とか結婚、そして不吉な双子の赤ちゃんの存在にスポットライトを当てていて、圧倒的な作り込みを感じさせる映像でした。この2つ、スマホ向けの数分間の縦型ドラマと IMAX シアター向けの何百億円もかけた SF 超大作、一見すると両極端ですが、実は同じ効果の裏表なんですよ。どういうことですか？どちらも特定のデバイスとか視聴環境に向けて人間のクリエイターが計算し尽くして作ったものだということです。なるほど。作り手の意図が明確なんですね。消費者が求めているのはこうした人間の執念や意図とのつながりなんです。バズフィードな AI アプリが失敗したのはそこが完全に抜け落ちていたからですよ。コンテンツ市場は今完全に二極化しているんですね。AI の手抜きコンテンツは無視されて、フォーマットに特化した人間の創造性だけが生き残る。そういうことです。そしてその人間の意図を極限まで楽しむためには極限のハードウェアが必要になってきますよね。はい。ハードウェア産業も今、狂気とも言えるような進化を遂げています。その筆頭がインテルが発表したハイエンドゲーミングノート PC 向けの新型フラッグシップ CPU コアウルトラ 200XX プラスシリーズです。これはすごいスペックでしたね。ノート PC の薄い板の中になんと24コア24スレッドのモンスターチップが搭載されているんですよ。上位モデルの 290X プラスの話ですが。一つ下の 270X プラスでも20コアですからね。ですよね。なぜ持ち運ぶデバイスにここまでの力が必要なんでしょうか？これは単なるスペック競争ではなくて、熱設計と電力効率の限界に対するエンジニアリングの回答なんです。どういうふうに限界に挑んでいるんですか？今回採用されているアローレイクリフレッシュというアーキテクチャは、シリコンの配置や電力のルーティングを根本から見直しています。ノート PC という極端に制限された空間で、デスクトップ並みの24コアを熱暴走させずに同時に駆動させる。普通なら溶けちゃいそうですよね。これはシリコンの物理的な限界をミリ単位で調整する人間の途方もない技術力の結晶と言えます。エンジニアたちの執念ですね。そしてもう一つ、ハードウェアの限界突破で私が個人的に最高にクレイジーだと思ったのが、インスタ360のドローン、アンチグラビティ A1 です。変わった機能がついているドローンですね。そうなんですよ。次の機能追加を前に今 20% オフになっているんですが、これ FPV ドローン用のビジョンゴーグルが同梱されているんです。そこまでは普通じゃないですか。一人称視点で飛ばすためのゴーグルですね。でもこのゴーグルの外側にディスプレイがついていて、パイロットが見ている 8K30fps の空からの映像を周りにいる他人も見ることができるんですよ。自分の視覚体験をリアルタイムで周囲の物理空間に拡張するウェアラブルデバイスというわけですね。そうなんです。聞いているあなたもちょっと想像してみてください。公園でベンチに座っているドローン操縦士とすれ違ったら、その人の顔面のディスプレイに上空100メートルから見下ろした自分たちの姿がリアルタイムで映し出されているんですよ。自分の POV を顔面に貼り付けて歩いているようなもので、最高に奇妙で面白いですよね。技術的なハードルは想像を絶しますよ。やっぱりそうなんですか？
8K30fps の超高解像度映像をドローンからワイヤレスで受信して、パイロットの目には0遅延で表示して墜落を防ぎつつ、同時に外側にも出力すると。そうです。その映像をリアルタイムで外部ディスプレイ向けにレンダリングして出力するんです。これをバッテリー駆動のゴーグル内で行うための帯域幅と処理能力は、数年前なら巨大なサーバーラックが必要だったレベルですよ。いやー、本当に魔法のようなエンジニアリングです。でも、ここで冷や水を浴びせるような現実に目を向けなければなりません。はい。24コアのゲーミング PC とか、8K のドローンなど、テクノロジーは信じられないスペックに到達していますが、これらを作る企業は平和なバブルの中にいるわけではありませんよね。おっしゃる通りです。どれだけ卓越した CPU やドローンを開発できても、それを製造して販売し、社会に普及させるプロセスは、現実世界の政治や地政学の影響から逃れることはできません。まさに今週、その現実世界の政治と戦争が、テクノロジー業界にどれほど暴力的な影響を与えているかを示す2つの重大なニュースがありました。ここからは少しシリアスなテーマになります。はい。その前に、今聞いているあなたに一つ重要なルールをお伝えしておきます。私たちは今回の徹底解説において、特定の政治的立場を取ったり、政策を支持したり、批判したりするわけではありません。あくまでソース資料に書かれている事実をそのままお伝えしているという点をご理解ください。私たちは中立な立場で事実のつながりを分析するだけですからね。はい、その上で進めます。まず、EV、電気自動車の市場で起きた異変です。ボルボの小型 EV、EX30 と、ホンダがアメリカで展開していた唯一の EV、プロローグが突如として販売中止、生産終了に追い込まれました。これは業界に大きな衝撃を与えましたね。ええ。ソースによると理由は技術的な欠陥でも消費者の不人気でもありません。トランプ政権による EV 税額控除の撤廃決定です。これによりアメリカでの販売が完全に停滞したことが直接の原因とされています。つまり自動車メーカーが何年もかけてサプライチェーンを構築し、何十億ドルも投資してきたクリーンテクノロジーのプロジェクトが政策の変更というたった一つの政治的決定によって文字通り一瞬で物理的に消滅したわけです。ハードウェアを作るという純粋なビジネスが政府の税制によって一瞬で吹き飛んでしまう室さですよね。ええ。なぜこれが重要かというと、政策がイノベーションの方向性を物理的に決定づけるという明確な例だからです。イノベーションの行方はもはや研究室の中ではなく、政治によって決められているという冷酷な現実です。企業にとっては悪夢のような話ですが、事態はさらに深刻な領域、つまり実際の紛争へとつながっていきます。ストライカーのサイバー攻撃の件ですね。はい。医療機器メーカーのストライカーが大規模なサイバー攻撃を受けました。イラン派のハッカーによって、従業員のデバイス数千台が完全に消去、ワイプされてしまい、事業に甚大な混乱が生じています。恐ろしい事態ですね。ソース資料によれば、これはトランプ政権のイランでの戦争に対する報復として、アメリカ国内で行われた初の主要なサイバー攻撃と見られています。このニュースが示しているのは、現代の戦争において、医療機器メーカーの社内ネットワークが地政学的な最前線になっているということです。医療機器メーカーがですか？ええ。かつて戦争の報復といえば、軍事基地やインフラ施設が物理的に狙われるものでした。しかし今は違います。テクノロジー企業は自分たちが意図するしないにかかわらず、国家間のチェス盤の一部に組み込まれてしまっているんです。遠く離れた中東での紛争が即座にアメリカの医療機器メーカーのシステムダウンという形で跳ね返ってくる。もはやテクノロジーは純粋な科学ではないんですね。そうですね。さて、今日あなたと一緒に辿ってきたこの情報探索の旅もそろそろ終着点です。全体を俯瞰すると一つの明確な線が浮かび上がってきますね。ええ。最初に Google のパーソナル AI という個人の利便性を極限まで高める話からスタートしました。はい。そしてバズフィードの AI コンテンツの失敗や極限を意図を持ったエンタメ、そして限界を突破する最新鋭のドローンや CPU の熱狂を見てきました。しかし最終的には EV 市場の崩壊やイラン戦争に恥を発する医療機器メーカーへの国家規模のサイバー攻撃といった政治と地政学の壁に行き着きましたね。ええ。テクノロジーが進化すればするほど現実世界との摩擦が激しくなっているように感じます。そこで最後に今日この話を聞いてくれたあなたに少し挑発的な視点を投げかけたいと思います。いいですね。私たちが今日最初に話したことを思い出してください。私たちは日々の生活を便利にするために
AI に自分個人の全てのデータを委ねようとしています。全てがシームレスに同期される生活は他者に魅力的です。はい。誰もがその恩恵を受けたいと思うでしょしかし、あのストライカーへのサイバー攻撃が示したように、システムが高度に接続されればされるほど、それは地球の裏側の紛争の完璧なターゲットになりやすくなります。テクノロジーが極限までパーソナルになる一方で、地政学と深く絡まう現代において、う。私たちは、究極の利便性を手に入れる対価として、知らず知らずのうちに、国境のないサイバー戦争の最前線に自分自身の生活を配置しているのではないでしょうか。まさにそれです。あなたのパーソナル AI が、いつか遠い国の地政学的な報復の巻き添えになって機能停止する日が来ないと言い切れるでしょうか。利便性と脆弱性は常にセットです。次にスマートフォンで AI に何かを尋ねるとき、そのリクエストが地球規模のインフラや地政学とどうつながっているのか、点と点をつないで想像してみるのも悪くないかもしれませんね。摩擦のないスムーズな未来という幻想の裏には、これほどまでに複雑で、だからこそ目を離せない現実のドラマが広がっています。本当に興味深い時代を生きていますね。はい。今日も最後までこの深い探求にお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回、新たな情報の束を一緒に深掘りしていきましょう。